はい、皆さん、こんばんは。今日は2025年5月22日木曜日午後8時を回りました。デイリー4語頻語、今夜もどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、宮崎県地方、今日はね、30度を超えました。30.7 度ぐらいで、真夏日になりました。今でもね、外の気温が26度ありますよ。26度ってすごいな。はい。で、日付変わって明日は、曇り空ですね。雨は降りませんけど曇り空で、最高気温は、25度、6度も低いんでね、ちょっと、寒暖差による体調管理も大変でしょうね。土曜日はまた雨。土曜日は一日雨という天気で、日曜日は曇りという、天気で予報でございます。はい、皆さんが、お住まいの地域はどうでしょうか。今夜もね、30分バージョンでよろしくお願い申し上げます。はい、30.7 度。ね、もう結構ね、朝方はね、結構涼しい風が吹いていて、朝まではね、ちょっと雲が多くて、大丈夫かな、雨が降るんじゃないかなと思ったんですけど、その後ね、だんだん雲が取れていって、もうね、お昼過ぎぐらいからもうジメジメして、なんかもわっとくるような空気もね、入ってきて、結構ね、暑かったですね。30.7 度ということでね、真夏日でございました。はい。でね、早速もう扇風機はね、先週かな、ちょっと引っ張り出してきて、お掃除したりあれこれやっていて、試運転特に問題なかったんですけれど、暑いなということで、今日はね、もうお昼前ぐらいからガンガン扇風機つけてます。今でも扇風機ガンガン回っております。はい。またね、エアコンはねつけてません。エアコンつけるまでまだないのかなという感じなんでね、エアコンまだ試運転もしてませんし、フィルターの掃除なんかもねまだやってないんで、これからフィルターの掃除をしてエアコンの試運転もねやっていきたいなと思っておりますが、そうだ、このアパートのエアコンって説明書がないんだ。不動産会社が持ってるんで、不動産会社の方に説明書確認をして、エアコンのねフィルター掃除をしておこうかなと思っております。賃貸アパートのエアコンのフィルター掃除って、自分でやるのかな、アパートの管理会社がやるのかな、そこもと含めて確認してみたいと思います。多分自分でやるんだよね、フィルター掃除はねはい。フィルター掃除、やってみたいと思います。説明書がないとね、エアコンの取り外し、どこを外せばいいのかわからないからね、明日ぐらい、アパートの、管理会社に確認して、説明書、借りてね、ちょっと、フィルター掃除のやっていこうかなと思います。フィルター掃除しないとね、汚い空気をね、部屋中にまき散らすということになってしまいますからね、それは避けたいですよね。それでなくてもね、喉は痛いんでね、喉をねちゃんと保護しないといけないんで、きれいな空気の中で、涼しく過ごしたいですね。そんなこんなでね、本当暑さ対策、もうガンガンやっていかないといけないんですけれど、暑熱順化、ね、よくね、情報番組なんかで暑熱順化という言葉聞きますよね。体がねまだ暑さに慣れてないから、汗をねかきやすい、体作りをしていきましょうというようなことを言ってますよね。暑熱順化ができれば熱中症対策にもなりますということなんだけれど、一番いいのはね、運動すること、運動して、汗をかくことが一番いいことかなとか思ってますけどね。私は毎日のように筋トレ、今日もねパーソルアクアパーク宮崎のトレーニングルームに行って、筋トレやってきました。今日はね足の筋トレかな、何やったっけ、足の筋トレをやってきたんですけど、全部記録は残しているんですけれど、レッグプレス、
と、レッグエクステンション、アダクション、アブダクション、レッグカールの足のね、筋トレと、あとバイク、エアロバイクをやってきました。エアロバイクをね、30分間、16km 走って、消費カロリーが 167.3 キロでございます。はい、野口春樹さん、こんばんは。暑いですね。本当、宮崎はもう 30.7 度というね、真夏日になりました。くれぐれもね、お体お気をつけくださいませ。そんでね、汗をね、かきやすい体づくりやっていければ、ね、熱中症対策にもなっていくんではないかなと思います。今日はね、その筋トレでね、もうびしょびしょ。もう今日洗濯したんですけれど、T シャツがもうね、すごい汗を含んで、もうね、大変でございましたね。一応トレーニングルームは、シャワールームなんかもあるんで、まだ一回もね、シャワールーム使っていないんで、ちょっとシャワールームもね、使ってみようかなと。汗を拭いて、着替えて帰るぐらいだけしてるんですけど、これから暑くなってきますんでね、まだプールはね、利用してないんで、そのうち、これから暑くなって夏になってくるんでね、プールのトレーニング、あまりね、泳ぐのはね、得意じゃないので、水中歩行とか、あと25メーターは軽く泳ぐとか、そのぐらいかな。息継ぎがね、なかなかできないんですよね。下手くそなんで、泳ぐのは。でも、水中歩行だったら、問題ないかなと思うんでね、プールの方もね、トレーニングをやって、本当、体力温存というか、疲れにくい体というか、疲れにくい体を作るために運動するという感じなんですけれど、あとはね、年をとっても自分のね、足で動ける、歩けるっていう体を作っていく。なんだこれ。さっきから LINE の通知がバンバン。これスマートフォンの通知って結構ね、止めてるんですけど、なぜか LINE だけはね、バンバン、通知が来るんでしょうね。何の通知なんだ？LINE ニュースか。はい、そんなこんなでね、皆さん、暑さ対策どうしてますか？まだ早いという方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、もうね、今日のニュース見ても、各地でね、もう最高気温をね、どんどん更新してますからね、もう5月っていうか春、ね、5月の季節が一番なんか、ね、緑が生えて、花がたくさん咲いて、綺麗な季節、風薫る5月っていう感じじゃないですか。でもそれがもうね、もういきなりもう梅雨、ね、もう宮崎はね、もう5月の16日、17日に、梅雨入りして、もうびっくりしましたね。5番目ぐらい、沖縄を抜いて梅雨入りしたのは観測史上初めてということだったんですけど、本当に梅雨らしい日がその後も続いてるんでね、7月の15日が平年の梅雨明けなんで、2ヶ月ぐらいね、ずっとこれジメジメした中で生活しないといけないというのも嫌ですよね。雨が嫌いというわけではなく、私はね、6月生まれ、来月が誕生日やってくるんですけれど、雨が多いね、6月に生まれたんで、そんなにね、雨がね、嫌だなということは、ないですけどね、でもずっとね、毎日雨が続くと、やはり気分的にはね、鬱陶しいなというふうに思いますよね。ですんで、季節はね、鬱陶しくてもね、自分の気持ちだけはね、晴れやかに晴れ晴れと毎日を過ごしていければいいなとか思ってますけどね。生きているとね、いろんなことがあったりして嫌ですよね。ちょっと今日もね、電話で対応の悪さをね、電話でお話ししたことがあったりして何なんだろうとかね思ったりするんですけれど、生きていればいろんなことありますけれど、なるべくねトラブルを避けてニコニコ明るくね過ごせるといいですよね。はいちょっと待ってね、喉の休憩しましょうか。喉はね、多分これ年のせいで、ガラガラ声に
なってるんだろうなと思います。いつの間にかね、ここなんか喉になんかつっかえているようなものがあるっていう話をずっとしてましたけれど、最近ねそれはねあんまりも感じなくなってきましたね。ストレス級なんていう名前だったっけ、なんとか級、ストレス級だったっけ、ストレス級、ストレス級玉、ストレス級という玉、ヒステリー級か、ヒステリー級という喉に何か詰まっているような違和感、異物感がある状態なんですけれど、それがね最近ねそのヒステリー級というか喉に異物が何かあるな、おかしいなという感覚がなくなってきたんですよ。その代わりなくなってきたんだけれど、その代わりなんかガラガラ声にずっとなってるんですよね。ストレス級、ヒステリー級が消えたなと思ったのはいつぐらいかな。つい最近なんだけど、喉の違和感が取れたなと、自律神経の乱れでそのヒステリー級っていうのが出てくるんだけれど、筋トレを始めてからねちょっと良くなってきているのかなと、ストレスとかそういった自律神経の乱れが、なくなって良くなってきたんだろうなという気はしますんで、それはそれでいいんだけれど、逆にねその代わり声がねガラガラ声になっているんで、これはもうね年だからしょうがないなと思ってますけど、ヒステリー級がねなくなってきた、そういう症状がねなくなってきたっていうのだけでももうこれ嬉しいなと思っているところでございますけどね。精神的なもの、昔はねうつ病でもう本当苦しい、生活を、行っていたことがあったんで、30歳代かな、30代はねうつ病との戦いを強いられておりましたけど、もうあれから30年経つのか、早いですね。今はね病院に通ってないんで、カウンセリングしてもらわないとわからないんだけれど、そのうつ状態というのは、ありませんというか、人間関係が希薄で、本当にあまり人と話すっていう機会がガクッと減っていったんで、そのうつ状態になるような人間関係とか、そういったのがねなくなってきたっていうのは、ある意味いいのかなと、いう感じですよね。そういった精神的にストレスを感じるような、環境を全部排除して生きていますんで、本当ストレスフリーな生活じゃないかなと。それここ10年ぐらいかな、ここ10年ちょっとぐらいストレスフリーな生活を送っている中で、このヒステリー級だけがねなんか喉に違和感感じるよね、これなんだろうと思ってネットで調べたらヒステリー級という言葉があって、自律神経の乱れから喉にねなんか詰まったような、なんか変なものがあるような感じはするけれど、実際病院に行ったら何も原因も何もないと、悪いものは何もないと、ポリープも何もないということなんですよね。だから精神的な機能持ちよう、また自律神経の乱れからそういったのが起きているということなんだけど、それがなくなったというのはね、身体的にも精神的にも健康な証拠ということじゃないかなと思っております。皆さんもね、生きている以上はね、いろんな精神的な不安とかトラブルとか問題とかありますけれど、あまりねあれこれくよくよ考える必要はないのかなと、そういったものをねなるべく排除するような環境づくりっていうのもね考えた方がいいし、私はねあまり人がたくさんいるような人混みの中に自分から進んでいこうと思わないですね。仕事柄環境柄行かないといけない時もありますけれど、なるべくね短い時間にして早く切り上げるということはしてます。人があまり多いとねなんか圧迫感
うわすごいなこれ、なんかすごいね威圧感というか圧迫感を感じるんで、一人で過ごすことが本当多いし、一人で過ごすにしてもパーソナルエリアってありますよね。自分の、安心できる範囲っていうのが、その中に、なるべく人が入ってこないような感じで一人で、なんやかんやするのが、好きな人間でございます。だからね、離婚してからも何年だ、離婚しても30年以上経ってるんですけど、もう30年間ずっと一人で生活しているんで、一人で生活する期間が長くなるとそれなりの、生活防衛というか、自分の、精神が、健全に過ごせるような、生活防衛圏というのをね作っていくんで、あそこに行けば安心できるよねと、よし今日はあそこでご飯食べようとか、あそこで過ごそうとか、いつも行くのがね、宮崎県総合文化公園の公園、あそこはね広いしベンチもあったりして、パーソナルエリアがね、確保できるんで、そこでね、Kindle 持って行って本を読んだり、ぼーっと過ごしたりすることが、好きですね。最近行ってないんで、明日雨が降らなければねちょっとまた、宮崎県総合文化公園に行ってね、Kindle 持ってぼーっと読書でもしようかなと思っております。はい、そんなこんなでね、なんだろう、自分の気持ちに素直に生きていけばいいんじゃないですか。ね、嫌なものは嫌、ね、したくないもの、見たくないもの、聞きたくないものはもう排除する。もう極力、自分が心地よいと思っている、環境や空間の中で、生きていくと。自分のバリア、自分の殻を作るってわけではなく、ほんわかとしたバリア、なんて言えばいいのかな、ここは私今ここにいるんでここから中に入ってこないでねみたいな感じの、圧力を出すってわけではなく、周りに人がいるんだけれどそこの人との距離感を自分で保っているような、行動を取るとかねいうことでいいのかなと思ったりしますけどね。そんなこんな言うけど、そばに人がいるっていう、環境もあるわけであって、必然的にね、飛行機とか電車とかバスとか、そういう時にはね、横に知らない人がいるっていう、場合もあるんで、そういう時にはね、我慢はしませんけれど、そこの人がいないと思って過ごすっていう、変な、スタイルで、過ごしたりしてますけどね。特に飛行機なんかはね、今年もね、Google の研修で行くんですけれど、十何時間も狭い椅子に座って、しかも横には、知らない人が座っているというシチュエーション、あれ嫌ですね。あれ嫌だから、3列席があって、私いつも窓際の方に座るんですけど、窓際に座って、ずっとね窓を見ていたり、あと、動画なんか撮るんで、ビデオカメラをね窓際に持って撮影したりして、絶対この人がいる方向は見ないというような感じで過ごしたり、横に人がいてもここに人がいないんだというふうに自分で考えて行動するとかねやったりしてますけれど、それでも横の人が話してくると、しょうがねえなと思って、お話しするんですけれど、人が嫌いというわけではないですね。人が嫌いというよりも一人でちょっと、いたいなという時ってあるじゃないですかね。はい。ローズさんこんばんは。自分もそろそろ扇風機を出そうかと思います。はい、もうこっちは暑いんでね、今日はね真夏日 30.7 度を記録して、もう暑かったんで、もう扇風機ガンガンつけてます。はい、そんなこんなでね、自分の空間、パーソナルエリアというかね、それはいつもね、確保するっていうか、生活防衛というか、
ね、自分の心地よい空間を、自分で作っていくっていうね、努力というか、経験ですかね。そうですね、これから暑くなりますね。経験というか、例えば30年ぐらい一人で生活してますと、必然とそういったことが身についてくるという感じかな。だけどね、人がいっぱいいるようなお祭りとかが嫌いってわけではないですね。周りに人がいっぱいいても、距離さえ保てれば特に問題ない。ソーシャルディスタンスっていうのを前やったじゃないですか。ソーシャルディスタンス、半径2メートル以内とか、あったじゃないですか。それに近いような感じかな、パーソナルエリアっていうのもね。なんかそれでいいと思いますよ。で、ロードさん、自分は人混みが苦手なだけです。私もね、人混みが苦手っていうか、人がいっぱいいる中で過ごすっていうのは、あまり長い時間は嫌ですね。短い時間だったら特に問題ないし、その人混みの中を通っていかないと、目的の場所に行けないっていった場合には、歩いていけますけれど、わざわざ何も、目的も何もないのにね、わざわざ人混みの中に突っ込んで歩いていくってことはしないですね。なるべく人混みを避けて歩く、そうしないとね、ほら、無差別で人を傷つけるわけのわからない人もいっぱいいるわけじゃないですか。人混みの中に入っていくと、どんな危険が、あるのかっていうのもね、分かりませんから、なるべくね、一歩引いて人混みじゃない方向をね、遠回りでも歩いていくとかいうことをやってますね。無差別に人を傷つけるってこともね、ありますからね。どこでどんな危険があるのか、精神的な問題以外にも物理的刃物を持って振り回す人もね、いるわけだから、なるべく人混みは避けて歩いた方がいいと思いますよ。男も女もね。ローズさん、7月に地元の祭りがあるので、早く出店で物を買って帰ろうかと思います。それでいいと思います。私はね、もっと仕事から YouTube で動画を投稿してるんで、なるべくね、周りに人が来ないように三脚をね、立てて、ビデオカメラを持って撮影してるんで、三脚のとこにはね、人が来れないから、ちょっと今これで動画撮ってますというアピールをしながら撮影してると、そこだけね、人が集まってこないんで、なんとかね、撮影はしてます。だけど祭りが終わった後、すぐ帰ります。もう歩きながら物を食べるとか、意味もなくね、人が多い中をね、祭り気分を味わうためにゆっくり歩いて帰ろうとか、それは一切しないです。撮影が終わったらもうすぐね、撤収して、もうチャリンコに乗ってすぐ帰ります。はい。みこしと獅子舞を撮影して帰ります。そうなんですね。そんなこんなでね、やはり、自分の気持ちにね、反してまであれこれやりたいなと思わないですね。だけど決して人間が嫌いってわけではありません。人間は好きです。人間好きなんだけれど、その人間が好きなんだけれど、いっぱい人が集まってくると、威圧感を覚える。嫌だな、人が多いな、っていう感じがあるんで、それはと苦手、嫌ですね。そんなこんなでね、皆さんもね、自分の今日は扇風機の話をしてたんだけど、なんで扇風機の話から、精神的な話に変わったんだろう。それはいいんだけれど、いつも雑談ばっかりやってるんでね、皆さんもね、自分の心が気持ちよいような環境をね、自分で作りながら生活をしていくと、本当気持ちよい、心地よい生活が、一日が過ごせるんではないかなと思います。そうは言ってもね、やらなきゃいけない仕事、ね、嫌な上司、嫌な先生いるじゃないですか。そこをどう乗り越えていくのかってことはね、また別の機会にお話をしていきたいと思います。
はい、ということで、あっという間の30分が近くなってきましたんで、今夜の放送はこの付近で終わりにしたいと思います。明日5月23日金曜日も同じ時刻、午後8時から30分程度お話をしますんでね。はい、ロードさんお疲れ様でした。ありがとうございます。お時間がねございましたら明日もお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、今夜の放送はこの付近で終わりにします。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。